日は押し寿司を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は押し寿司を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もうすぐひな祭りということで、手軽な材料で簡単に作れる押し寿司レシピをご紹介していきます。今回はですね、押し寿司の型を使って作っていくんですが、こちらはタッパーでも代用して作っていただけます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに寿司飯の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、甘酢生姜、白ごま、お酢、お砂糖、塩、こちらの材料で寿司飯を作っていきます。今回ですね、寿司飯の中に甘酢生姜と白ごまを入れていきます。こちらお好みで大葉などを入れていただいても OK です。そしてお酢ですね、こちらは米酢を使用します。もし米酢がない場合は穀物酢でも OK です。穀物酢を使うとどちらかというとすっきりとした仕上がりになります。そしてお米は1合分なんですが、グラムで言うと約 330g になります。こちらは炊き上がりのグラム数です。それでは続いていり卵の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お砂糖、塩、マヨネーズ、お水、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。今回のですね、いり卵をふわっとさせるポイントはマヨネーズです。このマヨネーズを使っていただくと卵はふわっとした仕上がりになって、かつ色味も良くなります。味付けに関しましてはお砂糖と塩で行っていきます。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。蒸しエビ、マグロのたたき、きゅうり、こちらの3つの材料を使っていきます。こちらのトッピングに関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。例えば蒸しエビの代わりにサーモンにしたり、いろいろね具材もあると思いますので、お好みのものをやってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに寿司飯から作ります。こちら寿司飯の中に入れる甘酢生姜です。こちらをですね、みじん切りにしてください。切り方はね、切りやすい方法で OK です。はい、甘酢生姜はこのようにみじん切りしてください。それでは続いて合わせ酢を作っていきます。まずはじめにお酢、そしてここにお砂糖、そして塩を加えます。こちらをですね、よく混ぜましょう。これでね、お砂糖と塩のシャリという感じがなくなれば OK です。それでは続いてボウルにお米を出してください。お米なんですけれども、必ず熱々の状態のものを使用してください。ぬるい状態のお米を使ってしまうとベチッとした仕上がりになってしまいますので注意してください。それではここに先ほど作った合わせ酢を回しかけます。そして切るように手早く混ぜましょう。ボウルなんですけれども、できるだけね大きめのものを使っていただくと水分もね飛びやすいと思います。このように水分を飛ばすように混ぜてください。お米なんですが、ちょっとね固めに炊いていただくとちょうどいい仕上がりになると思います。はい、 OK です。このようにね全体が均一に混ざるまでしっかりとね手早く混ぜてください。そしたらですね、この中に白ごまと、あとは先ほど刻んだ甘酢生姜を入れます。そしてこれもよく混ぜましょう。ちょっとねこの甘酢生姜のピンク色が入ると見た目もね良くなると思います。はい、寿司飯はこれで OK です。こちらをですね、使うまで上にキッチンペーパーをふわっとかぶせて粗熱を取っておいてください。それでは続いていり卵を作っていきます。まずですね、今回先ほども言ったんですが、卵の中にマヨネーズを加えます。こちらのマヨネーズなんですが、そのまま直接卵に入れてしまうとダマになってしまいますので、一度ねこちらのお水で溶いてから加えたいと思います。なのでまず最初に器にマヨネーズを入れます。そしてここにですね、ほんの少しお水を加えてください。一度に入れるとこれもダマになる原因になりますので、必ず最初は少しだけ加えるようにしてください。そしてよく混ぜましょう。このように溶いたらまた加えます。また少しだけ加えてください。そしてよく混ぜます。このようにね、お水ぐらいシャバシャバになったら、あとは残りのお水を加えてください。そしてよく混ぜます。マヨネーズはこのように溶いてから使うようにしてください。そうしましたら別のボウルに卵を割り入れます。そしてまずね、卵だけ軽く混ぜます。
軽く混ぜたらここにお砂糖と、あとは塩、そしてこちら先ほど作ったマヨネーズ水を加えてください。これをねよく混ぜましょう。はい、卵はこれで OK です。それでは焼いていきます。まずフライパンにですね、サラダ油です。これで火にかけます。火加減中火です。一度ね、油を回しながらフライパンを温めてください。そして30秒ほど温めたら、この中に卵を回し入れます。火加減はね、そのまま中火で OK です。あとはね、固まった部分からこのようにかき混ぜて、いり卵にしていきます。周りからね固まってくるので、周りを剥がしつつねしっかりと混ぜましょう。はい、 OK です。このようにふっくらとしたいり卵に仕上がりました。それではこちらはね器に出して粗熱を取ります。このようにね色味も綺麗に仕上がりました。それではこのまま粗熱を取ります。それでは続いてきゅうりを切っていきます。きゅうりなんですが、こちら押し寿司の長さに合わせて切っていきます。今回はこのような押し寿司の型を使うんですが、こういったものがない場合はこのようなね100円ショップなどに売っているタッパーなどを使って作ってみてください。その場合もですね、タッパーの長さに合わせてきゅうりを切ってください。それではまずね、押し寿司のこの枠の内側に合わせてきゅうりを切ります。このね余ったきゅうりはサラダなどに入れて使ってください。こちら側も切ります。大体で大丈夫なので揃えてみてください。あとはですね、こちらをピーラーを使って薄くスライスしていきます。この時手を怪我しないようにだけ注意してください。もちろんね包丁を使っていただいても OK です。半分になると持ってやりづらいので、きゅうりを置いて、そしてこのようにねピーラーを押さえつけながらやっていただくとやりやすいと思います。やりやすい方法でねスライスしてください。そんなに量はたくさん使わないと思うので、使う分だけねスライスしていただくといいかなと思います。はい、今ねちょっとこれだけで結構多めにスライスしたんですが、まあだいたいこの半分ぐらいかな使っていきたいと思います。きゅうりはですねこのようにちょっと水分が出てくるので、こちらキッチンペーパーで水分をしっかりと拭き取ります。キッチンペーパーを用意して、ここにきゅうりを並べましょう。そして上からキッチンペーパーをかぶせます。はい、 OK です。このようにねきゅうりは水分を拭き取っておいてください。それでは続いてこちら蒸しエビの尻尾を切り落としていきます。はい、蒸しエビの準備はこれで OK です。それではね詰めていきます。まずですね、お寿司を取り出しやすいようにこの型の中にラップを敷き詰めます。こうしていただくとね最後取り外しやすくなります。そしたらですね、まず一番初めに表面に出てくる部分を作っていきます。一番上はこちらのエビが出るようにしたいので、まずこのエビの表側を下にして並べていきます。はい、エビはこのように並べます。このように交互に並べていただくと仕上がりも綺麗になります。それでは続いてここにいり卵をのせます。全体に敷き詰めましょう。ちょっとね軽く押さえつけるようにね敷き詰めてください。はい、こんな感じです。そうしましたら続いてここにきゅうりを並べていきます。はい、こんな感じです。きゅうりのね敷き詰める量はお好みで変えてください。そしたらですね、続いてすし飯を敷き詰めます。まずね半分ぐらいまで敷き詰めてください。はい、このように敷き詰めます。そしたら続いてここにマグロのたたき、これを全体に敷き詰めましょう。はい、このように敷き詰めました。そしたら最後ですね、もう一度上からすし飯をのせます。この後ね押さえつけるので、少しねこの型からすし飯がはみ出ても大丈夫です。最後ね軽く手を濡らしてちょっとね押さえつけていただくといいかなと思います。このように全部のせたらラップをね内側に折ります。そしたらねしっかり蓋で押さえつけます。はい、このようにねきちんと押さえつけてください。すし飯なんですがね、作りやすい分量で作ってるのでちょっと余ると思います。余ったものに関しましては残った具材と一緒にね手巻き海苔などして楽しんでください。それではラップを外してください。そし
したらですね、ここにお皿をかぶせて、そして裏返します。よいしょ。あとはこちらのね、底の部分を取って、そして型を外します。そしてラップも外しましょう。はい、これで押し寿司の完成です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。タッパーを使う時もね、このようにしてやってみてください。はい、これで押し寿司の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材もたっぷりで美味しそうに仕上がりました。切ると断面はこんな感じになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もう具材がたっぷりですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の押し寿司のポイントです。まず寿司飯を作る時なんですけれども、ご飯は熱々の状態で合わせ酢を加えるようにしてください。冷めた状態で合わせ酢を入れてしまうとべちゃっとした仕上がりになってしまいますので、注意していただけたらと思います。そして合わせ酢を加えたら手早くね、混ぜるようにしてください。そして今回はですね、寿司飯の中に甘酢生姜と、あとは白ごまを加えました。こちらはお好みで入れてみてください。あとはですね、大葉などを入れていただいても美味しいので、ぜひね、こちらはお好みでやってみてください。そして炒り卵を作る時のポイントです。今回炒り卵にですね、マヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えていただくと卵の色味が良くなるのと、あとはふわっとした仕上がりになります。そしてきゅうりなんですけれども、きゅうりは今回ね、スライサーを使って薄くしました。こちらは包丁で切っていただいても OK です。どちらにしろね、手を怪我しないようにだけ注意していただけたらと思います。このきゅうりはですね、結構水分が出るので、必ずキッチンペーパーでしっかりと水分を拭き取るようにしてください。そして型についてなんですけれども、今回は押し寿司用のね、型を使ってます。もしこういった型がない場合はタッパーを使って作っていただくといいかなと思います。その場合はですね、具材を入れたらその都度よく押さえつけるようにしてください。そして最後は同じようにラップで表面を覆ってしっかりめに押さえつけてください。そして具材についてなんですが、こちらはですね、お好みの具材を入れて作ってみてください。あと今回はね、表面にエビを出したんですけれども、このエビの並べ方とかね、あとは表面の具合はお好みでいろいろやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は押し寿司を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。